とある料理屋料理長のあんこうくんです。はい、というわけでね、改めて本日もよろしくお願いします。今日はね、魚の動画ではありません。本日のお題はきゅうり。はい、今きゅうりって聞いて、なんだよきゅうりなんて大した料理じゃねえなーって思ったそこのあなた、きゅうりを侮るなかれ。きゅうりといってもただのきゅうりではございません。今日ご紹介したいのはその名もうどがわらきゅうりでございます。聞いたことある方もいると思うんですけれども、酒田市のですね、うどがわら地区っていうところで作られたきゅうり、それがですね、うどがわらきゅうりっていうんです。普通のきゅうり長いじゃないですか。うどがわらきゅうりっていうのはちょっと短めでやや太くて、そしてね、特徴としては辛みがあるんです。なので大体漬物にするケースが多いですね。ピクルスだったりぬか漬けだったりけれども、今日はね、一番おすすめしたいからし漬けをやってみたいと思います。でね、このうどがわらきゅうりっていうのは作ってる農家さんが本当に少ないんです。今ね、ネットでは6軒って言われてるかな。なのでもうスーパーとかにも卸してるところは決まっていて、ほとんどの人が食べれない状態なんですよね。知り合いの方に協力していただいて、ようやくうちの店でも手に入るようになりました。スーパーとかでは食べれない希少価値のあるこのきゅうりをね、ぜひ一からちょっと作ってみて、それをね、動画にまとめてみたので、ぜひ見てってください。うどがわらきゅうりの知識、僕もね完全ではないので、チャッピーに聞いてみようかななんて。チャッピーおはよう。今日はね、うどがわらきゅうりについて教えてもらいたいんだけども、簡単にちょっと説明してくれるかな。はい、もちろんです。うどがわきゅうりっていうのは庄内地方の在来野菜として昔から地元で育てられていて、夏の味として親しまれているんです。浅漬けにしたり、塩もみで昆布と一緒に食べたりと、はい、シンプルな料理法でその風味がよく生きるんですよ。そうなんだ。地元の食卓にしっくり馴染んでる野菜って感じですね。ああ、なるほど。チャッピー今日ちょっと片言だね。あれ、すみません。今はいつも通りで話しますね。はい。まあいいや。はいはい。チャッピーじゃあちょっと黙って。はい。はい。ちょっと黙っててね。はい。はい。皆さん、だまれ、皆さん分かりました？まあ、チャッピーがね、若干片言だったんですけれども、そういうことなんで、喋んなくていいから。というわけでね。はい。じゃあ調理の方に移りたいと思います。チャッピーがうるさいからね。はい。それでは調理の方に移りたいと思います。それでは、本編をどうぞ。さあ、それではやっていきましょう。本日はね、からし漬けということでね、うどがわらきゅうりを使うんですけれども、通常のきゅうりでも同じようにからし漬けできますので、ぜひね、この動画を見ていただいて、レシピを参考にしてね、普通のきゅうりでもいいので作ってみてください。はい。そしてね、このうどがわらきゅうり、こういった袋に入って売られてるんですけども、めっちゃこうきゅうりって言われてまして、これはね、庄内弁で小さいとか、可愛らしい様子を表しているようです。しちゃうか。いつか本当にしないとな。1時間ぐらいするとですね、きゅうりから水分が出てきますので、一度ね、重しを取って、そしてきゅうりから出た水分と調味料を混ぜ合わせて味を均一にしていきます。そして重しを押して、また約1時間ぐらい様子を見ます。はい、そして1時間経ってまた味を均一にするために混ぜ合わせたんですけども、実はね、ここでちょっと本日店の営業時間が終わってしまいまして、もう帰らなければいけなかったんですよ。この夏の暑い時期にね、これ出しっぱなしで帰るとあっという間に悪くなってしまうので、今回はね、これを一度タッパにしまって冷蔵庫に入れて帰ることにします。続きはまた明日やりたいと思います。
おはようございます。はい、というわけでね、昨日は途中になってしまったので、本日はここから一気に仕上げていきたいと思います。はい、これがね、冷蔵庫に入れていた状態ですけれども、結局ね、汁がまだ半分ぐらいしか出てないので、味は均一になっていません。なのでね、今からまた重しをかけて味を均一にしていきたいと思います。はい、きゅうりの様子ですが、まだね、全然硬いです。2時間ぐらい重しにかけたぐらいじゃ、まだまだ硬いですね。あとだいたいもう2時間ぐらい重しにかけていきたいと思います。はい、2時間経ちました。合計4時間くらいってところですよね。水分もね、いい感じに出てきて、そしてね、きゅうりはちょっとまだ硬いんですけれども、これでいいんです。これでね、あとタッパーに移して、そして十分出たこの調味料が入った汁をたっぷりひたひたになるぐらいまで漬け込んで、これで冷蔵庫で一晩置くと、美味しいからし漬けになります。ほら、ふくよかな方もいますよ。これね、やだな。撮ってます。はい、というわけで、からし漬け完成しました。だいたい2日間ぐらいかけて作りました。あとはお好みで汁を張るもよし、汁から揚げるもよし、洗うもよし、もうそこはね、好き好きでやってください。だいたいね、冷蔵庫保存で2週間ぐらい持ちます。からし漬けのレシピ、こちらに載せておきますので、よかったら参考にしてください。はい、というわけで本日はうどがわらきゅうりをお送りしました。地元庄内の大切な伝統野菜なので、これからも農家の方には頑張って作っていただき、そして僕らのような料理人が全国に発信していけたらいいなと思っております。それではまた次回お会いしましょう。うわっす。今を思えばもう怖くないさ。